皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回は同時にセリカ LB も制作していることからセリカ関連の深掘りということで70スープラも制作していきます。早速70スープラがどんな車だったのか調べていきましょう。今回制作するのは3代目スープラ。時代背景としては70年代の車社会を覆った石油危機と排ガス規制からようやく脱却し、高性能車の復活に光明が差し始めた80年代。トヨタセリカはスポーティーなムードを前面に押し出して進化します。先代では高級グランツーリズモであった初代ソアラに大人のマーケットは任せて、セリカはターゲットを若年層にシフト。満を持して1986年初代スープラはセリカから独立後初めてのフルモデルチェンジをし登場。キャッチコピーはトヨタ 3000GT であり、60年代の名車である 2000GT をイメージしていました。エンジンは240馬力を発生する直6 3リッターインタークーラーターボの 7M エンジンを頂点に、日本で初めてツインターボを導入した2リッターの 1G などがラインナップに。シャシーやエンジンは2代目のソアラと多くを共有し、駆動方式は FR。88 年にはマイナーチェンジが行われ、フロントマスクやテールのデザインが変更になります。同時にグループ A のホモロゲーションモデルとして専用開発されたタービンを積んだものが500台限定で販売されたり、モデル末期には 2.5 リッターツインターボが追加されるなど、トヨタのスポーツモデルのフラッグシップとして君臨した車です。今回制作するキットは長谷川から限定販売された89年式の70スープラで、カタログにもあるホワイトパッケージのキット。2リッターツインターボということもあるので、エアロトップ仕様に改造しつつラグジュアリーな感じで制作してみようと思います。早速仮組みから。キットは近年の長谷川製ということもあり、実写に忠実に再現されています。パーツ構成も細分化されたパーツがぎっしりですが、同時に組み立てやすさも考えられたパッケージ内容となっています。足回りではサスペンションの構造がしっかり理解できるようなパーツ構成。インテリアでは組みやすさと塗り分けやすさが考えられている新設設計です。説明書指定の穴を開ける作業を考えると、レース車両のキットも同じパーツを使っていることが推測されます。ボディ関連ではウィンドウはフロント、リア、サイド2枚の4分割式で、接着白こそ少ないですが正確なガイドがあるのでピタッとはめることができます。ボディとシャシーのはめ合いはリアが少しだけコツが必要で、この字型になっているシャシーの箇所にボディをはめ込む形。凹凸の箇所をしっかり把握すればピタッと組み立てることができます。リアのスポイラーは3分割式で、フロントバンパーは専用のパーツが付属しています。ホイールはホワイトパッケージに合うラグジュアリーなものに変更予定。ルーフはボディ裏面のガイドをもとにエアロトップ仕様にする予定です。早速ボディの調整からやっていきます。まずは両ドアのキーシリンダー部分。こちらは塗装後配給パーツのマイナスモールドに乾燥するので、塗装前に穴を開けておきます。使用しているツールはタミヤのピンバイスで 0.8mm の穴を開けました。そしてルーフのエアロトップ加工ですが、こちらはルーフ裏面にガイドらしきものがあるので、そのガイドをもとに筋彫りツールである調光ブレードの 0.2mm で筋を入れていきます。ブレードが貫通したら長谷川のエッチング層でギコギコカットし完了。カットした断面は荒れているので、ペーパーヤスリの320番から1500番まで順番にならし、滑らかな表面にしておきます。
カットしたルーフはこのままではインテリア内に落ちてしまうので、リア側のルーフ裏面から 0.5mm のプラ板を接着し、受けを新設しておきます。フロント側はウィンドウパーツに付属するバイザーが受けの役目をしてくれているので、これでエアロトップ加工は完了です。次に筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで、ブレードは 0.15mm と 0.2mm を使い分けています。用途としては 0.15mm のブレードは全体的な使用、0.2mm のブレードはドアやボンネットなどの開閉パーツなどに使用しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、塗装する前の下準備の段階でしっかり彫っていきます。といっても筋を深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれのパートで3から5往復を目安に丁寧に彫り込んでいきます。ドアやボンネット、モールやバンパーの継ぎ目、給油口カバーやウィンドウモールの外側を筋彫りし、塗装に備えます。続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります。模型メーカーがプラモデルを製造する過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り実際に指で触ってみること。カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです。作業手順としては320番のタミヤのペーパーヤスリで水をつけながら削り取り除いていきますが、取り除く際の注意点として実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます。320番で取り除いたらヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエボホワイトを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業。パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリの跡が残った場合は必ずサーフェイサーを拭いて本塗装の前に各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるかということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の鏡面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、鏡面仕上げの作業時間を短縮でき、結果的には効率が上がります。吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き付けます。サーフェイサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。